前代未聞のコロナによって医療現場はパンクしている。そんな困窮した医療現場で患者のために誠心誠意働く医療従事者、感謝や敬意の対象であるはずの存在が差別の対象となっております。我が身の保身ばかりで思いやりの欠けた社会で医療従事者は何を感じているのでしょうか。ご覧いただきましょう。コロナ病棟、看護師からの SOS。いやもうなんか今まで15年間やってきた中で一番辛いなっていう思いますね。本当に精神的にきついなっていう。そのコロナ患者さんを受け持ちして初めてから家族に感染させちゃうんじゃないかっていうことがやっぱ一番怖くて、しばらく私ちょっとホテルとかに住むって言って今離れてるので。本来ならばそのマスクとかは使い捨てなんですけど、今はもう3回は滅菌かけるっていうような状態で、それがとにかくきついんですね。もう顔が跡残ったりかぶれてしまったり、防護服っていうのがとにかくきついので、それを夜勤とかだと16時間着続ける。で休憩も時々あるんですけど、その頻繁にその防護脱ぎ着するのも大変なので、なかなか休憩やらトイレやら水分補給っていうのがやっぱできないので、この間みたいなちょっと湘南の映像だったりとかっていうのを見ると、なんかもうこんなに頑張ってんのになみたいな感じでちょっと精神的に落ち込んじゃうっていうのはあります。一生懸命やってきた病院が院内感染を起こしてしまったがために、もう犯罪者扱いみたいな感じでものすごい叩かれていて、なんかその中でもなんか一生懸命やってるスタッフとかのことを考えると、もうなんかもう涙が出そうになるなって本当思うんですよ。もうちょっと日本人って温かくなかったっけってすごい思っちゃったりしたんですよね。こんなに冷たかったっけってすごいなんか感じちゃいました。日本人ってこんなんだったっけって。中には辞めたいって思う子もやっぱり出てきてますし、この先もこの病棟でやっていかなきゃいけないのかなとかこの先はどうやってお家に帰ればいいのかなとか。東京都では今日新たに181人の感染者が確認されたことが関係者の話で分かりました。疲弊っていうよりももう士気が下がっちゃって、嫌です、働かないですとか、それこそ違う意味でのなんか医療崩壊というか、組織が崩壊してしまうんじゃないかなって自分は強く思いますけどね。でその私が来たのが3月の中旬から下旬ぐらいだったと思うんですけど、どういう感染症かも分かってない中で、その自分たちが決めたマニュアルだったりルールが合ってるのかどうかもよく分かんないんですよ。やってください、受け入れてくださいって言ってでも丸投げされたっていうところと、最初から言ってた休業だったりとか、その手当の部分っていうのが具体化されずに、今日に至ってるというか、やっぱりこういう病院の対応で快くじゃあ私は協力して働きますとかっていう人はほぼほぼいなくて、現場の看護師として思うことは、何度も言ってますけど、まずその病院側がその働いてる人を守るというか、何かあった時にこうしますよ、じゃああなたが移ったらこうします、誰かが同僚が移ってあなたが休みになったら、お給料はこうですとか、病院内での偏見だったり差別はしっかり我々が指導して注意しますとか、それをちょっとでも安心度を上げるというか、
そういう働きを、自分は病院にはしてほしいなって思いますけどね。このウイルスがいつまで流行してるか分かんないですけど、5年10年を考えた時になんていうんですかね、例えばその看護師になりたいって思う人が減っちゃうかもしれないですし、国としての医療が崩壊してしまったりとか、長期的な目で見ると、非常に心配というか、そういうのは感じてますね。本当すぐなくなると思います。これガウン、マスク、N95、ここにあるもので全て週末入荷予定なしですね。まず医療者を守ってほしいっていうのが一番ですかね。何もないままそういうリスクが高い現場に立たなきゃいけない、なんて言うんでしょう、葛藤がすごいんですよね。この仕事すごく好きで、患者さんとの関わりも私はすごくやりがいも感じてたりするんですけど、その反面すごく怖いし、あれなんかいつもと違うなとか、ちょっと変な咳してるなとか、そういう普段と違うところにもアンテナ張ってより気を張る瞬間がやっぱすごく多くて、最近すごく仕事終わった後疲労感がすごくて、一人一人の思いをどこにぶつけたらいいんだろうっていうのは、いろんな看護師の友達とか助産師の友達とかと話してる時にすごくそれは感じて、本当の現場の声ってどうやって発してったらいいのかな、どうやって誰に話したら届くのかな。ご視聴いただきましてありがとうございます。ここからはですね、映像にも登場しておりました看護師の助川さん、そしてディレクターの内山さんと一緒にトークを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは助川さん、登壇の方お願いいたします。ありがとうございます。あちらの席でよろしくお願いいたします。マイクはそちらの方をご使用ください。それでは早速映像を見て医療従事者の声というのを集めさせていただきましたが、映像をご覧になって改めていかがでしたでしょうか。率直な感想を。そうですね、普段は自分の病院の看護師としか関わることがないので、はい、内山さんの映像を見させていただいた時に、他の病院でもみんな同じような思い抱えながら頑張って現場に立ってるんだなっていうのを感じたので、ある意味ちょっと勇気づけられたというか、自分だけじゃないんだなという思いはすごく抱きました。そうですよね。改めてこの医療が緊迫し始めた、3月頃ですかね。3月頃からのこの今までの1年間、10ヶ月というところはどういった経験をされてきたのでしょうか。そうですね、私は直接関わることはほとんどなくって、疑いがあるっていう患者さんの対応をしたりとかはもちろんあったんですけれども、すごくですね、やっぱり一時期ものすごい医療資材が病院になくなってしまって、何にもないまま目の前の患者さんの対応をすることへの恐怖心ですとか、本来の看護の楽しさっていうのを本当に見失ってしまった時期ももちろんあって、
なんで私この現場に立ってるんだろうとか、命がけでやってるのになんかそれが現実に届いてないというかいろんな看護師の思いを聞きながら、友達とかのすごく辛くなりましたね。そうですよね。それこそ私が映像を見て感じたのが、本来この医療の従事者っていうのは、感謝であったりだとか敬意の対象となる本当にそういった存在だと思うんですけど、このコロナ禍においてはこう国民一人一人が自分の保身を最優先にしてしまって、その医療従事者の方々に感謝とかよりも前に、あの人病院で働いてるからあの人に近づかない方がいいとか、リスクとしてそれこそ見られてしまうっていう、その本来の尊敬からのこのギャップっていうところが非常に辛いなっていうふうに感じましたけども、やっぱり実際にこう周りの人からの目線だとか声とかでそういったこうリスクとして見られてしまうみたいな経験っていうのはございましたか？そうですね、私もありがとうって言われるために現場に立ってることはもう絶対ないんですけれども、やっぱりその一言ってすごく励みになったりとかはしてありがたいなって日頃から感じてはいるんですけれども、例えば美容室に行った時に職業の欄に看護師って書けなくなってしまったっていう人もたくさんいますし、看護師っていうことを伏せて例えば自転車の修理を出しに行ったりとか、みんな本来自分の仕事に誇り持っていいと思うんですけれども、それを隠して病院の外で生活していくっていうことが今までみんな経験したことがなかったと思うので、そのギャップにものすごく落ち込んじゃった人もたくさんいるんじゃないかなって、私含めてなんですけれども、それは感じますね。そうですよね。内山さんも取材をする中で看護師さんであったりだとか複数の医療従事者の方とお話しする機会があったと思うんですけども、そういった不安とかは実際にありましたかね？そうですね、僕まず助川さんにすごいリスペクトするのは、なんか今回十何人お話聞いたんですけども、顔を出して面と向かって語ってもらえたのが助川さんだけで、声聞かせていただいた方もすごい勇気だったと思うんですけども、まず顔出しで喋ってくれたと。で私は今まで12年キャリアあって、もしねこれで本当のこと言って何か病院に言われて辞めることになってもだったら辞めますよっていうふうにこう笑いながら言ってたんですよね。それがなんか本当強い人だなっていうふうに思って、まずそれリスペクトするんですね。で僕その取材していく中で一番感じたのは看護師の皆さんの声がかき消されて消えていくっていう時期がすごいあったんですよね。それは4月5月は本当にみんなこう叫びのような言葉をツイッターだったりとかいろんなところに病院の休場だったり病院の対応がなってないとかってなってたんですけども、5月の緊急事態宣言明けた頃にそのツイッターアカウントだったりとかがどんどんこう消えていくんですよね。でつまり内部告発したいって思っていてもその自分の組織にいる一人の看護師としてその発言できない、言葉を失っていくっていうプロセスがあったんですよ。でそれは俺当事者じゃないけど、悔しくて、なんで本当のことを言えないんだっていう、なんでかき消されていくのかっていうのが、本当に取材してて思いましたね。で例えばですね一人実際映像まで作ったんだけども一緒に発信しようっつって辞めた人いたんですよね。その人が最後に言った言葉が印象的で、結局看護師は捨て駒なんです、でも嫌でも辞めないのは自己責任なんで仕方がないです、私は諦めた看護師ですっていうようなことを言ってたんですね。この私は諦めた看護師なんですっていうのがなんかすごく印象的だったんですね。あとは自己責任っていう言葉だったりとか、どう考えても自己責任じゃないだろうっていうふうに思ったっていうのが僕の体験ですね。それでいうとそれこそ私も4月5月というところでツイッターで医療従事者の方がこう叫びに近いツイートをされていて現場の状況を伝えてくれてたんですよね。そのツイートに対していやお前が選んだ仕事だろうみたいなコメントが平気で来るんですよ。今もあるんですよそれ。ツイッターデモでその医療従事者の声を聞いてくださいってやってる方もいらっしゃるんですけども、それに対してその自分で選んだ仕事だろうと、医療従事者だけが、特別ではないっていうようなことでそのツイッターの言葉をこう消していくような
動きがあるっていう。でこの辺り助川さんって実際なんていうのかな、当事者現場に立つ人としてなんていうのかな、なんで本当のこと言っちゃいけないんだっていう思いなんかは強いんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけども、どうですか？そうですね、みんなもっと声出せばいいのにって正直思ってしまうんですけど、やっぱり病院の圧力もありますし、言ったら何されるんだろうとか、どんな仕打ち受けちゃうんだろうとか、やっぱり出る杭打たれるじゃないですけど、言った分だけ叩かれることも多いし、目立つ分だけ影もあるから、それがみんな怖くて言えないっていうのは私もものすごくわかるし、本来私もずっとそういう風な看護師だったんですけども、やっぱり今のままじゃ何も変わらないし、このままコロナが流行った時に現場にいた看護師で私は終わらせたくなくて、この将来教科書に載るであろうパンデミックな時期に医療の最前線に立てたことを私は誇りに思うし、それをこれから看護師を目指す人たちにも絶対伝えていきたいなって思うし、諦めないでほしいし、本来の看護師のやりがいとか喜びとかも感じられるような職場というか働き方を取り戻したいって思ってます今は。ありがとうございます。拍手がそれこそ今視聴していただいているYouTube の視聴していただいている方からも、本当にきつい現場だと、現状を外に発している余裕なんかなかなかないと思いますが、きちんとそれを世の中に伝えている人が本当に必要だと思いますっていう形で応援共感のコメントもございますし、ありがとうございます。本当にこういう声があるからこそ発することができると思うので、先ほどのツイッターのコメントのような批判的な言葉がその後に来てしまうと、やっぱ声を発するっていうことがなかなかできなくなると思うんですよね。で声を発することのできる強い人に頼ってしまうっていう姿になりがちだと思うので、本当にそこは重要ですよね。そうですね。例えば欧米の状況なんか見てると、看護師の人たちがストライキ、一斉ストライキやって基本給のその賃上げに成功してたりとか、個人が発信してその病院の現状なんか発信してるのをよく見てたんですね、僕ら。これがなんでこう日本の医療現場、医療者の中から起こらないのかなって。個別にストライキやってたりとか、医療連って労働組合でやってるのは知ってるんですけども、一般の看護師の皆さんがこうなんていうのかな、声を上げるっていう集団、群れにならないのかなっていうのは、疑問なんですよ。そのあたりは助川さんっていうのはなんでこう声が上げられない、戦わないのかっていうのは、こう現場にいてどんな風に思いますか？私も声を上げればいいのにっていう方なので、なんで上げないんだろうとか、みんなで言おうよっていうこともちょいちょいあるんですけれども、やっぱり上の圧力ってものすごい想像を超えるもので、労力もエネルギーもものすごく使うので、日々の仕事でもクタクタになった中で、もっと良くしてこう、自分たちの労働環境をって言って立ち上がる人って本当にいなくって、みんな今やっと現場に立ってるのが精一杯な状況なのが正直なところなんです。私もたくさんの人に支えられながら今看護師続けられてるなって思うんですけども、もう心折れそうにもう涙流しながら防護服着てる看護師を私はたくさん知ってますし、看護師もこんなはずじゃなかったのにって言って辞めてった看護師も知ってますし、今想像を超えるような看護師の現状というか、想像もしなかったことがやっぱり起こっているので、みんな立ってるのが精一杯というか、なんとか立ってられるような状況なので、多分もうそこまではいけないんじゃないかなっていうのが正直なところですかね。それこそ今本当にフィジカルの部分でも非常に大変な状況だとは思うんですけども、その精神的にも非常に追い込まれやすい環境下でなんとかサポートし合いながら働かれている現状もあると思うんですけども、働かれている方はどのようにお互いをケアしながら、メンタルの部分でも支え合っているのかなっていう、その医療現場のサポートの部分、支え合っている部分のお話も伺えたらと思うんですけど。そうですね、支え合い、
看護師の医療の話じゃなくって全然関係ない話で盛り上がるのがやっぱりちょっとした気晴らしになるし、患者さんとの何気ないやり取りとかでものすごく癒されたりもしますし、私は与えてるものなんて本当に微塵だと思ってて、患者さんからもらうものって本当にたくさんあって、それで支えられて看護師やってられる部分も本当にたくさんあるので、看護師同士でできることってなんて言うんでしょう、もう本当にプライベートの話とかで盛り上がるとか、あと個人的にはもう逆に医療とは全然関係ない人たちとズームで飲み会したりとか、気晴らしに何とかして自分を奮い立たせようとしてるのが現状ですかね。やっぱそれだけこう日常でこう周りの人の咳のアクションが気になったりだとか、そういったところで常にアンテナが気を張り詰めてるっていう部分があるから、そこを緩められるっていうのが今救いの一つなのかもしれないですね。そうですね。ぜひともこの会場の皆様からも医療現場の方々にぜひ伺いたいこととか、YouTube をご視聴の方も助川さん、そして、声を拾って聞きに行っている内山さんに聞きたいこと等があればご質問もよろしくお願いいたします。すいません、じゃあ質問させていただきます。看護師さんのお子さんが通ってる保育園で看護師さんのお子さんだから預かれませんみたいな、ものすごい差別だったなと思うんですけど、そういうことが起こってましたよね。はい、でやっぱり本当にコロナが起こって人がいっぱい死んでる中で必死に働いてくれている看護師さんをなんていうかな、やっぱり差別して、その差別っていうかな、金を運んでくる人間みたいな形で受け取ってる、そういうふうな風潮っていうのがすごく悲しかったんですけど、本当に看護師さんたち傷ついたと思うんですよね。でそういうことをどういうふうにしたらねいいのかな。時やっぱりその時点ではコロナっていうのがどういうものなのかっていうのが分かってないこともあって起こったことではもうあると思うんです。昔エイズの人のところに石投げたり家に放火したりとかって、そういうことがあったっていうことも昔ありましたけど、分かってくるとそういうことなくやっぱりこう一緒に暮らしていける。だけどやっぱりそういう本当に頑張ってくれている医療従事者の人たちに対するそういうのって本当に辛かったなと思うので、なんとかそういうことのないような社会になってほしいなってすごく思うんですね。看護師さんとしてはやっぱり辛かったなと思うんですが、どんなでしたでしょうか。ありがとうございます。そうですね、私はこの仕事すごく好きで12、13年やってはいるんですけれども、やっぱり初めてこんなに辛いなって思ったことが、そうですね、現場に立つの、仕事に行くのがこんなに辛いんだって思ったことが初めてだったっていうのはあります。でもっと誇り持って胸張って私は看護師ですって言いたいのに、それを言ったことで自分たちのやってることが間違ってることだとか、なんかまるで病原菌扱いみたいにされてしまうのがやっぱり辛かったし、 GoTo で、どんどん旅行に行けとか帰省しろとかありましたけれども、やっぱり医療者は全然帰ってないし旅行にも行ってないし会いたい人にも会えないし、でそんな中命かけて防護服に袖を通してやってる人たちがいることを私も自分の仕事ながらそういう人たちに敬意を持ちたいなって思うし、この経験は絶対自分の今後の将来の
糧になるって信じてるので、こういう思いを絶対書き消しちゃいけないし、記録に残していくべきだし、行動に起こさないと自分たちの仕事も将来いつか毛嫌いされて看護師目指す人が本当にいなくなっちゃうんじゃないかとか、それは私も感じてて、でも本来もっとやりがいもあって胸張っていい仕事なんだっていうのをやっぱりこれから証明していきたいし、変えていきたいなって、もっと希望があるっていうのを私自身示していきたいなって今思ってますありがとうございます。それこそ助川さんもきっと誰か他のもともと目指すきっかけとして医療現場で働かれている方に希望であったりだとか力強さを感じて目指していると思いますけども、今の助川さんの姿を見てきっとまた目指す人も出てきてくるのではないかなというふうに感じます。それこそ先ほど保育士の方のお話もありましたけども、なかなか心ない扱いを受けたりだとかっていうのはありますけども、実際にコメントで今来て、コメントを送ってくださっている保育士の方がいらっしゃいまして、同じ保育士として、そういった方もいらっしゃるかもしれませんけども、全てのこの保育現場がそういう考えではなく、この方保育士の方コメントくださってますけど、同じ命に関わっていますが命を助ける医療現場の方には頭が上がりませんと。自分にもこの看護師の免許があればと何とも思いますというふうに共感のコメントもいただいてますので、本当にいろんな場所でいろんな方がいて、きっと心ない言葉もあると思いますけど、共感してくださっている方も非常に多いのかなというふうに感じられました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ他にもお話ししたい方がいらっしゃればぜひぜひ。いいですか？佐藤さんからぜひこちらで。はい、すみません、ごめんなさい、ちょっと声が出ないんで聞き苦しいと思うんですけども、現場で今実際ずっと働いていらっしゃっていて、僕テレビで見ていて PCR の陽性者を感染者って言ってる言葉、すごく疑問を持ってるんですね。症状のない感染者ってそれ感染してるのかなっていう、なんかこの数字をすごく増やして怖がらしてるっていう思いを持っていて、あと現場で実際働いていらっしゃっていて、そのコロナの重症者の方とか、今までのインフルエンザの重症者の方とかの違いっていうんですかね、本当にコロナってあるんですかって僕すごく思っちゃっていて、聞かせてくださいコロナはそういう反応が出たら、陽性者っていう風になってしまいますけれども、そうですね、本当に難しいと思っていて、その病院の対応も正直合ってるのかわからない部分もあって、患者さんのご家族さんからもよく言われることが多いんですね。こんなに会えなくて認知症とか進んじゃったり、私たちの顔すら覚えてもらえなくなっちゃったらどうしてくれるんですかって言われたこともありましたし、その気持ちもすごくわかるし、なんか国から言われたことをただはい分かりましたっていうふうに受け入れてやっていくのが本当に正しいことなのかっていうのも私もすごく日々感じていて疑問だらけなんですけれども、それを上に発していく余裕すらないのが多分現状で、みんなすごく疑問に思ってることたくさんあると思うんです。葛藤も疑問もたくさん不安も抱えながらよくわからないコロナっていうのに戦ってるっていうのが現状だと思うんですね。ちょっと質問の答えになってるかわかんないんですけども、私も今すごく勉強中です。勉強しますありがとうございます。ありがとうございます。それこそ今コメント欄でも質問がありました。非常に前向きで、コメントなので読ませていただきます。
医療現場について目にはするものの、実際に働いている方のお話を聞くことはありませんでした。自分の想像力の乏しさを感じております。医療現場では働いていないものに何かできることはありませんかっていうふうにご質問をいただいております。非常に前向きなコメントです。ありがとうございます。ぜひ助川さんにお答えいただければと思います。ありがとうございます。まずそういった声を聞かせていただいたことが私はすごく嬉しいなと思っていて、病院で働いてる中でやっぱり心ない言葉を浴びることもありましたけれども、それ以上に大変な中頑張ってくれてありがとうって、みんな世の中の皆さん仕事頑張ってるはずなのに、私たちにそうやって心を向けてわざわざ連絡くれる友達とかもたくさんいたし、すごく支えられたので、もうそういった言葉だけでまず本当に嬉しいなっていう思いがあります。で、そうですね、私は外に出るなってよく外出自粛とか言われてますけども、それが本当にいいのかわからないですし、例えば病院も面会禁止のところが多いんですけれども、それが本当に正しいのかどうかすら分かんないし、患者さんにとったら残りの人生の中で家族と会える時間が限られているのに、それを奪ってしまっていいのだろうかとか、本来の私たちはすべきことに反しているんじゃないかっていうのを葛藤がものすごくあって、それをもう上にどんどん言っていきたい気持ちはあるんですけれども、やっぱり圧力に負けてしまうってところが大きいところではあるんですけどもね、負けずにやっていきたいなって思ってます。ありがとうございます。それこそね、今本当に多くの人が医療現場の方だけでなく、何か自分にできることはないかというふうにもがいているとか、何ができるんだろうって模索している方も非常に多くいるんですけど、まずは自分自身、外に出ないとかではないですけど、感染リスクとかそれぞれを対策して、まずは自分自身が感染しないようにっていうこのケアをするっていうところを見直すことが、医療現場への負担も減らすことになると思いますし、そういったところの当たり前を見直しながらも、本当に人として大事な人と会うということであったりだとか、今まで当たり前にできたことができなくなっているので、そこの大切さっていうのももう一度今噛み締めるタイミングなのかなというふうに今お話を伺いながら感じました。はい、ありがとうございます。これから助川さんすごく看護師として誇りを持って働いてるし、もっと魅力を伝えたいって先ほどから言ってるけども、今後どういう生き方、その看護師としてどう生きていくのかなっていうのを聞きたいなっていうのがあります。はい、私はずっと看護師になってから病院をメインに働いてきたんですけども、日本だったりアフリカだったりちょっといろんな現場で働かせていただいたんですけれども、患者さんと関わる、生死と関わる仕事の中でやっぱり精神的にきつくなったりとか、メンタルやられてしまう時ももちろんあったんですけれども、一人の人間が人生の中で一番辛い時期に関われたことってすごくその人にとって心に残ることだよっていうふうに患者さんに言ってもらったことがあって、それがすごく心に残ってて、今もその辛い時そのことを思い出してるんですけども、看護師としての、先ほどと同じになっちゃうんですけども、やりがいとか喜びを私はこのコロナのせいでかき消したくないし、むしろこれがチャンスだと思って、もっともっと魅力ある職業なんだっていうのを胸張って生きていける、言っていけるような看護師になりたいし、これから看護師を目指す人の希望になりたいって思って、それを今度は伝えていける側に立っていきたいなって今思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも今この瞬間も病棟で働いてる人がいるんだなっていうのは、本当に僕いろんな声聞かせていただいたんで思うんですね。で、今救急の中に入ってたりコロナ病棟で働いてる、夜勤これが今夜勤になるのかな、始まってる人もいると思うんですけど、その仲間に今働いてる仲間どれくらいいるかわからないですけど、何千何万いると思うんですけども、どんな言葉かけてあげたいのかなっていうのを聞きたいです。そうですね、大変なこともあるけど
必ずこれは意味のあることだと思います。この時期に、コロナの時期に看護師として働いてることもみんな必ず自分の人生に意味のあることだと思うので、それをどう生かすかは自分次第だし、マイナスに捉えてそれで終わるのか、プラスに捉えてもっと自分の人生良くしていきたいって思うのか、それは本当その人次第だし、その人の行動次第だと思うので、私はもっともっと厚みのある看護師になっていきたいって思ってます力強いですね厚みのある看護師ってなんかすごい凄みがあるよねどういう看護師なのかっていう感じだけど本当に言葉からこう先ほどにもありました圧力であったりだとか周りからの批判を恐れて声を発することができないこう同業の方々っていらっしゃると思うんですよね。こう今助川さんの言葉から発していただいてますけど、こう僕からの景色はこう助川さんの後ろにこう同じ仲間、声を発することをなかなかできないこう仲間の姿っていうのもなんか感じられて、それをなんか代表して医療を代表してそうですね、多分その複数の声ってよくここの場でも言ってるけども、それを背負って今日来てくれたんだなって本当に思いますね。ただ一方でなんかやっぱり俺はその国の責任って間違いなくあるなと思ってて、なんかその病院と看護師、その労使の問題みたいな感じでその言いたくても言えないっていう風になんかごまかされてる感じがして、そもそもやっぱりその今一番のその優先事項って言ったら医療現場だっていうのもう皆さん分かってることだと思うから、なぜそれが進まないのかっていうこと、あとはもう1980年代ぐらいからこう診療報酬を削減していく中で人員がもうそもそも少なかったりとか、給料も夜勤やらなかったら17、8万円っていうふうに伺ったんですけども、そういう世界じゃないですか。だからそれはなんか、俺が言ってもしょうがないかもしれないんですけど、やっぱり国が起こしてる今の状況だよっていうのは、むしろ俺が言ってかないと言ってか、ここにいる皆さんも含めて俺らができることとしては多分そういうことだなと思うんで、改めてこの場でやっぱりこれ人災だからっていうのをしっかり言いたいです。はい、私も言いたいですもっと待遇良くしてほしいですし、そうですよね、本当にもう夜中も例えばアルコール中毒になって運ばれてきた患者さんの話をベッドサイドで聞いたりとか、暴力受けてもなりふり構わず押さえつけて、もう自分の身を削ってまで患者さんに寄り添う看護師の待遇はもっとよくされるべきだと私は思います。そうだよね、はい、そこだよな。てかなんでそんな安いんだって話ですよね。安すぎなんです本当に今国の支援だとか制度っていうところがなかなか充実とはとてもじゃないけど言えなくて、じゃあそこの責任はどこにあるんだって言ったら個々の病院に委ねられていて、じゃあその個々の病院はじゃあどうするかって言ったら、こう看護師だとか働いている方にその無理強いじゃないですけど、どうしてもそこにしわ寄せがいってしまう現状があると思っていて、なんかここのそもそものベースがいや本当そう思うんですよ。最近で言うとその経営破綻しそうな病院がその病院としてクラウドファンディングをしてるっていうことなんかもあるじゃないですか。はい、なんで病院がクラウドファンディングするんだっていう話なんですよ。そうですね。いや絶対変だなと思って、でそれはなんかクラウドファンディングしてよくやったっつってみんなその共感でお金集まるかもしれないけど、そうじゃねえだろっていうのがやっぱ普通にシンプルに思いますね。はい、命かけて戦った結果がボーナス削減とか、本当ですね、もう辛くて、もう私も、違う病院ですけども、もうそれ聞いた時もう涙が出そうに辛かったし、もう実際働いてる看護師はどれほど肩をもうなんか落ち込んだんじゃないかなって思って、もうそれこそやりがいを失って看護師辞めようって思った人もたくさんいたと思うので、本当に待遇を変えてほしいなって心から思ってます。助川さん勤め始めてやっぱりその給料が例えば減ってったとか、その全然変わらないとか、なんかその辺の実感12年の中でありますか？医療現場に対するその軽視というか、そのサポートが不十分っていうところは、コロナ以前からあったと思うんですけども、はい、どんなことをこう実体験としてありますか？正直自分がどれだけ頑張ったとしても看護師って給料は上乗せされたりとかないんですよ。
本当にサービス残業とか多くて、夜勤前も1時間前に行って患者さんの情報収集して点滴作ってとか、それで勤務に臨んで休憩もないまま一晩夜勤することだってありますし、もう本当にサービス残業がもう当たり前の世界で、それをみんな目つぶって当たり前にこなしちゃってるのも良くないんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりなかなかそういった現場の声が全然外に届いてないのが問題かなって感じていて、そこまで実態を僕らもちゃんと把握してないっていうのは、間違いなくあるなっていうふうに思いますね。でもこうやってこういう場で助川さんがこう声を発信することでこう少なからず届いている部分があって、実際今コメント欄でも先ほどの保育士の方がすごく助川さんの言葉に勇気をもらって自分自身のインスタとかツイッターで声を発信していますと早速アクションを起こしている方もいらっしゃいますので、そういった意味では非常に力強さ、勇気、助川さんを見てまた自分も医療現場働きたいと思う人が生まれるのかなというふうに改めて感じました。ありがとうございます。それでは最後にですね、助川さんの言葉からもう一度こう会場の皆さんと YouTube の視聴していただいている方々に向けて働いているこの誇りであったりとか伝えたいことを一言いただけたらと思います。はい、私は12年看護師をやってきていて、患者さんにもらったものは計り知れず、本当にいつも助けていただいて支えられて、患者さんの言葉があったからとか患者さんのありがとうの一言でもう看護師は本当にどれだけ助けられて支えられるんだろうっていうのをもう毎日のように感じてます。で看護師もやっぱりどんな状況でも私はやっぱり嫌いになれなくて大好きな仕事で、この先も多分一生、現場に最前線で立つことは分からないんですけども、何かしら関わっていく生き方をしていくんだろうなと思ってて、一人の人の生死に関わる仕事ってもうすごく誇り持てるし、自分と関わったのが最後でよかったって思ってもらえるぐらいの、自分の親を私に預けたいって思ってもらえるような看護師になりたいって私はずっと思ってやってきたので、その思いはコロナになったからって消したくないし、この思いもずっと死ぬまで持っていきながら働いていきたいなと思ってますので、今看護師を辞めたいと思ってる人も多分世の中にたくさんいると思うし、ギリギリでなんとか現場に立ってる人もたくさんいると思うんですけれども、どんな道でさえどっちの道を選んでも後悔はしないような生き方をしてほしいなって思いますし、でも看護師やんなきゃよかったって思うのはすごく悲しいなと思いますし、やってよかったって、人の生死に関わる仕事をできてよかったって思ってもらえる終わり方をしてもらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。改めて助川さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここにいる多くの方、そして YouTube をご覧の皆様にも大きな勇気、与えていただいたのではないでしょうか。ありがとうございます。